こんにちは。今回は久々に PS4 以外のゲーム機をジャンクで手に入れたので、紹介していきます。今回は何のジャンクなんだ？発売から2年が経っても入手困難な PS5 です。送料込み 35,464 円でした。ジャンクにしてはちょっと高いな。これでも現在の狂った中古相場と比べて、その半額なんですよね。余裕で新品の金額を超えてやがる。ちなみにジャンク理由はこちらです。分解痕ありって怖いな。中のパーツが抜き取られたりしている可能性もありそうですが、セーフモードは起動するみたいなので希望はあります。とはいえ、落札してから普通に後悔していたので、試しに Twitter でこんなアンケートを取ってみました。3パターンで分けてみたんですが、意外にこんな状態でも3割の方々は買うみたいです。このチャンネルの訓練された視聴者だからってのもありそうだな。ということで前置きが長くなりましたが、PS5 が出てきました。パッと見は特に問題なさそうなのにな。目立った傷もなく、状態は良いですとか言いつつ、可動モニターに当てて傷を増やしたな。モニターが PS5 に負けました。電源を入れると、商品説明通りにセーフモードが起動しました。コントローラーを接続してみます。残された選択肢は2つなんだな。とりあえずシステムの再インストール用 USB メモリを作ってきます。作ってきました。ファイル自体は 1GB 程度なので、その辺に落ちてる USB メモリで大丈夫です。これで再インストールができれば難なく動くんですが、果たして、ダメでした。同様にシステムソフトウェアのアップデートも試してみます。これは、もしかするといけるかもな。ダメでした。また同じエラーが出たな。ここで試しにディスクを入れようと思ったんですが、入りません。実は PS4 にもドライブが減塩でアップデートができなくなる症状があったので、もしかすると同じ可能性がありますね。ということで問題のドライブを取り出すために分解していきます。まずは側面のカバーから。ディスクドライブはちゃんと残ってるみたいだな。抜き取られてなくてよかったです。そしたらスリットを取り外し、ファンガードを外して、コネクタにアクセスするためのシートを剥がします。これで冷却ファンを取り外すことができます。何気にここまで故障シールを剥がさずにできるのはすごいよな。特殊なドライバーが必要になりますが、清掃はとても簡単になりましたね。あとは残ったディスクドライブのコネクタを外し、拡張用 SSD のカバーを外して、ネジをすべて外していきます。ちなみに故障シールはすでに取られていました。この感じだと、ドライブら辺まで分解されてるっぽいな。ということでネジが取れたので、カバーを外します。分解されてた割には、何もされてない感じだな。これで謎の加工とかされてたら最悪でしたが、ひとまず安心ですね。ドライブと本体を接続しているフレキシブルケーブルを抜いて、ドライブを外します。PS4 とは違って、前面が金属カバーでシールドされていますね。そしたらネジを外して、金属カバーを外します。内側のネジも外して、いよいよドライブ本体が姿を現しました。基板についているケーブル類も外しておきます。見た感じだと、ドライブには問題はなさそうですね。てっきり何かが詰まっていたりするのかと思ってたが、普通だな。裏面にディスクが取れなくなった時の、救済用のドライバーで回せるギアがあったので、回してみます。動かないな。ここを引っ張るみたいです。ちゃんと連動して動いていますね。結局どこにも問題が見つからなかったので、ネット上の画像と比較してみました。よく見てみると、ここにあるはずのものがありませんね。上の部分を外してみると、正体がわかりました。これの位置がずれていたようです。
ということで位置を元に戻しておきました。一度組み直して、動作確認をしてみます。ダメでした。ドライブから動作音がしてないから、そもそも認識されていないのかもな。ここですでに諦めかけていたんですが、失敗した時に出るエラーコードで検索していたら、こんなレディットのスレを見つけました。全く同じ症状だな。さらに返信にはその原因まで書かれていました。ケーブルの損傷か。正直なところ、分解していて損傷している箇所は見当たらなかったので、適当なこと言ってやがる、と疑っていたんですが、よくよく見ると、少し怪しい場所がありました。やけにフレキシブルケーブルに傷が多いな。実際にコネクタから抜いてみましょう。ケーブルの返しの部分が、片方だけ引きちぎれています。本当に損傷していたんだな。このコネクタはストッパーを押しながらケーブルを外すタイプなので、おそらくそのまま力ずくで抜いたのかもしれませんね。さらにコネクタの内部を見てみると、右奥にちぎれたケーブルの断片が詰まっています。めちゃくちゃちっちゃいけどな。そこで試しにテスターの同通チェック機能で、同通しているか確認してみます。音が鳴らないな。隣の端子は鳴っているので、一番端だけ断片のせいで同通していないようです。30分ほどかけて、ようやくケーブルの断片が取れました。そして再び同通チェックです。なったな。やりましたね。緊張の瞬間です。おう。ディスクドライブから動作音が。そしてディスクも吸おうとしています。入れてみましょう。ちゃんと入りました。これはいけそうですね。ひとまずディスクは取り出しておきましょう。ということでシステムの再インストールをしていきます。問題はここから先だな。次の画面に行けましたね。来たー。ということで無事に PS5 が治りました。こんなにあっさり治ってしまうとはな。組み直して、PS5 に初期から入っているアストロプレイルームをプレイしています。普通に動いてるな。排熱もしっかりできているようなので、そこまで奥深くまでは分解されていなかったようですね。ドライブのケーブル以外に問題がなかったのは幸運だったな。ということで最後にディスクが使えるか確認していきます。ちゃんと回転してるから大丈夫そうだな。ちょっと読み込みが遅いですね。もしかしてダメなのか。結局読み込めなかったので、ドライブと接続するケーブルを左右反対にしてみました。果たして、おお。接触不良だったみたいですね。その後は問題なく動きました。にしてもなんでまた PS4 のソフトなんだ？実は未だに PS5 のソフトを持ってないんですよね。せっかく発売日に PS5 買ったのにな。何かおすすめのソフトがあったら教えてください。それにしても PS4 のゲームを PS5 でやるとやっぱ滑らかだな。ずっと PS4 のを見ているとよりそう感じますね。距離372メートル、重量89キロ。信じて。危ない、これじゃちびっちまうぜ。了解、替えの制服を要請します。ということでいかがだったでしょうか。今回はジャンクの PS5 ということで、色々問題はありましたが無事に直すことができました。結局前の所有者はなんで分解しちゃったんだろうな。ドライブ自体に不具合がなかったことを踏まえると不思議ですね。まあ何はともあれ直ってよかったです。
ちなみに今回直した PS5 を使って、今までこのチャンネルで作ってきたような携帯型のゲーム機を作る予定です。4K の液晶とかバッテリーを集めるので苦労しそうだから、作り始めるのはまだまだ先になりそうだな。少なくとも2023年のうちには完成させたいですね。それでは、ご視聴、ありがとうございました。